皆さんこんにちは。今日はこの2つのペール缶を使って二次燃焼ストーブの実験をしたいと思います。内容の説明は後ほど。早速工作を開始します。これから二次燃焼の穴を開けていきます。二次燃焼用の穴は 20mm のホルソーで開けたいと思います。今回もハンドルは必要ないので根元から切断します。はい、加工が終わりました。順番に説明していきます。まずこちら側、缶の側面に穴を開けています。そして上側はこんな感じ。いつものようにピザのように8等分しました。8等分した壁をそのまま内側に折り込んでいます。折り込んだ時に二次燃焼用の穴が見える位置に折り込んでるんですね。このタイプの二次燃焼ストーブ、今までに何度も作ってきました。この中で火が燃えます。そうすると缶の外側が熱くなります。熱くなった空気が上昇してここの穴から中に取り込まれます。その時にこの中で完全燃焼していない燃焼ガスに熱くなった空気がぶつかって、そして二次燃焼の炎がこの穴から内側に向いてソロストーブのような二次燃焼を見ることができます。これが1番目のパターン。もう一つのパターンはこれです。缶の側面に穴があります。そして上側も同じように8等分したんですけれども、その時に外側の穴と内側の穴が重なるように折り込んだ壁と内側の穴がなるべく重なるような位置にこの穴を開けています。これの狙いは何かというと、外側から上がってきた熱くなってきた空気、それと
内側で燃やした時に天板を折り曲げたとこのこの板、これも当然内側にあるからとても熱くなるじゃないですか。ということで外側と内側のこの壁両方に挟まれて、ソロストーブのアウター管とインナー管ありますよね。あれと同じような作用がここで起きるんじゃないかという、そういう考え方なんです。とても簡単に作れるけれども、もしかしたら簡易的に作った二次燃焼ストーブよりもこちら側の方がより綺麗な炎が見えて、より完全燃焼に近づくんじゃないかという仮説で作っています。そしてこの2つのストーブの実験の舞台はこちらになります。この下にあるの、これ波板です。過去にロケットストーブの煙突として使った波板なんですね。今回はこの波板の上に直接この先ほどの加工したペール管を置いて、この中で燃焼させます。でその時の空気の取り入れ口、燃焼するための空気の取り入れ口はここです。あまり大きな空気の取り入れ口ではないんですけれども、大きな空気口を開けてしまうと、そこからどんどん空気が入って中でどんどん燃焼してしまうんですね。ロケットストーブに近くなります。空気の入り口はなるべく小さく、薪が一気に燃えないようにじわじわメラメラ燃えるようなセッティングにしています。はい、ということで、それではね、燃焼実験いってみましょう。今回は実験なので同じような条件でね、薪を用意してみました。先ほどあったこの細くなった薪ですね。これ焚き付け用です。これが同じ板を6等分したもの。そしてちょっと太めの薪2本。そしてもう少し太めの薪。これも2本。これを左右同じ量だけ用意しました。さあ、それではね、早速燃焼実験してみましょう。同じように薪を割って同じようにセッティングしたつもりなんですけれども、右側の方が若干着火剤に近かったんですかね。こんなによく燃えてますね。それに比べて左側の方、まだ全然火がついてくれません。
せっかくなのでね、このままどんどん巻き放り込んでいきたいと思います。さて、やっと同じぐらいの勢いで燃え始めました。どちらかというとやっぱりロケットストーブよりではなくてウッドガスストーブよりの燃え方だと思います。画面では非常に見えにくいかもしれないですけど、肉眼では左側の方が二次燃焼の方の綺麗に出てるんですよね。はい、火が完全に消えました。二次燃焼について明確な違いが出ると思ってたんですけど、全然出ませんでしたね。っていうか、こちらのシンプルなタイプの方が炎出てたんですよね。でもモニターで見た感じ、ちゃんとね、その二次燃焼の炎あまりうまく見えてませんでした。ここのね、塗装の焼け具合を見ていただくと分かると思うんですけれども、こう V 字型になってますよね。こちらも V 字型になってます。こういう風になってるこの V 字型、これがちょうど天板のこの V を折り曲げたところなんですね。なので中に天板のこの V の字があるところの温度が高くなっているということで、こちら、狙い通りですよね。この二次燃焼用の穴が開いているところの温度が高くなっています。こちらも狙い通りです。天板の V 字が来ているところ、ここの温度が高くなっている。温度が高くなっているところに空気の取り入れ口の穴があるので、こちらの方がより熱い空気が中に入っていく。なので二次燃焼の炎はこちら側の方が綺麗に見えるんじゃないかっていうね、そういった仮説だったんですけれども、なぜですかね、うまく炎見えませんでした。
今までもね二次燃焼用ストーブいろいろ作ってきましたけれども、一番きれいに見えたのはこの二次燃焼用の穴、なるべく大きくして、この天板全てに大きな穴を開けるのではなくて、ソロストーブのように、ある程度ここのね距離を取って小さめの穴を開ける。二次燃焼用の空気が外から入ってなるべく内側に向けて流れるような、導線を作ってあげる。そういったことが二次燃焼ストーブのポイントになります。そういう意味ではこういうふうな8等分してそれを折り曲げて作るのではなくて、ジグソーかなんかでぐるっとね穴を開ける方が二次燃焼用ストーブとしては効率よいものができるんじゃないかと思います。ただそうするとゴミがどうしても増えてしまうので、そうならないように私はこういった方法を採用することもあります。はい、ということで、今回は二次燃焼用ストーブの実験でした。実験結果はあまり良いものではありませんでした。引き続きねこういった二次燃焼用ストーブの実験は繰り返していきたいと思います。はい、それではねまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。